大学を出てから全国展開する大手スーパーで働いてきた。40歳。私の今の仕事は、さまざまな商品のメーカーと商談して買い付けをするバイヤーだ。そのため、日夜日本中さまざまな場所に出向いては商談をまとめていた。おかげで車はすぐに走行距離が伸びてしまい、ダメにしてしまうなんてことがよくあった。それでも元来人が好きで、いろいろ人と出会えるこの仕事は私にとっては天職だったのだと思う。お互い持ちつ持たれつ大変な時は助け合い、素晴らしいと思うものには思い切って投資する。そんな方針を認めてくれる人にも恵まれ、私の成績は年々上昇傾向にあった。だからまさかこんな日が来るとは思ってもみなかったのだ。地方へ転勤？今まで出張はよくあることであったが、まさか転勤とは思っていなかったのだろう。妻はびっくりした顔をしていた。しかも転勤先が田舎の地方都市なのだから。バイヤーは外された。地方の店舗の店長だ。要は左遷だった。思い当たる失敗はない。だが左遷の理由なら分かっていた。それは部長の親族が経営する会社との取引を断ったからだろう。だが私は公平に他社との交渉の中で取引相手を選定しただけだ。そこに忖度を働かせなかっただけだ。無駄な正義感。長いものに巻かれようとしない悪あがき。どう取られようと私は常に自分が正しいと思うことをしたかったのだ。妻はそんな私のことを分かってくれていた。特に詳しい説明はしなかったが、明るく会社の決定を受け入れてくれた。田舎暮らしか。経験はないけれど結構楽しみよ。畑とか作っちゃおうかしら。慣れない生活になるが、よろしく頼むな。辞令から2週間後、私と妻は田舎の家へと引っ越した。山に囲まれた自然豊かな場所で、人口はそれなりに多いが、車がなければやっていけない。スーパーなどは点在しているような場所だった。初日に店長として挨拶に立つと、本社から来たお偉いさんだと、初めはみんな恐れているようだった。確かに東京本社の人間とは会うこともないだろう現場の社員にとっては、異世界の存在と思われても仕方ないのかもしれない。だが中には、本社からこんなところに飛ばされたんだ。左遷されるようなことをしたクズに違いないと噂している者もいたようだった。まずは噂や思い込みではなく、本当の自分を知ってもらおうと思った。そのために現場の社員一人一人と同じ目線で触れ合おうと、私は店舗の掃除を率先して行った。掃除をして回ると、社員だけでなくパートやアルバイトの人たちとも挨拶し、最近のお店の様子などを現場の肌感で教えてもらえた。お昼も一緒に食べ、休日に行くといい場所なども教えてもらった。店長さん、山のお寺行ってみました？いえ、まだです。あそこはくるみのおはぎが有名で、全国からバスで観光客が来るぐらいなんですよ。今度妻と行ってみます。地方左遷でもちろん給料も下がってしまった。でもこんな風に
新たな土地で母親のような人たちにねぎらわれながら人と触れ合って仕事をするのも今まで味わったことのない体験だった。そんなある日、パートのおばさんから一つの話を耳にした。ここら辺は車がないと不便な場所でしょ？でも年を取ると免許を返納しないといけなかったり、免許を持っていたおじいさんに先立たれて車のないおばあさんとかがいるんですよ。だから重い荷物を手押し車に入れて長い道のりを歩いてくるお客さんのおばあさんがいるんですよ。確かにお客さんには年齢の高い方が多かった。店頭でのご近所さんとの長話が恒例の光景でもあった。そしてそんな人たちはみんな手押し車を押して歩いていく。ある日、地域の店長が集まって行う店長会議へと出かけようとしている時だった。店舗から少し離れた路上でおばあさんがうずくまっていたのだ。どうかなさいましたか？うちの店舗の常連客のおばあさんだということは顔を見ただけでわかった。おばあさんはどうやら手押し車の車輪が動かなくなってしまい困っていたようだった。これはもう車軸が折れてますね。荷物もありますし、よかったらお家まで送りますよ。そんな、お忙しい店長さんの手を煩わせるなんて申し訳ない。ちょうど近くの店舗まで出るところなのでついでなんです。お気になさらず。おばあさんの家は思ったよりも遠いところにあった。こんなに遠くから歩いてきているのかと思うと、自分にはできないなと感心すらする思いだった。何度もお礼を言うおばあさんを家から出てきた女性が出迎えてくれていた。娘さんだろうか。そう思いながら私はおばあさんに別れを告げて仕事に戻ったのだった。初めて出席した店長会ははっきり言えば居心地のいいものではなかった。本社から左遷されてきたにわか店長に縄張りを荒らされてたまるかというマウント合戦が繰り広げられたからだ。中島さん、元バイヤーさんでしょ？いいお金もらってたでしょうに。それがどうしてこんな田舎の店長なんかに？いや、それは。もしかして何かやばいことやらかしました？そんな人に結構人徳が求められる田舎の店長が務まりますかね？店長さん方、新参者ですからいろいろ教えてください。よろしくお願いします。予想外に謙虚に頭を下げた私に毒気を抜かれたのか、それ以上突っかかってくる者はいなかった。そんな田舎生活も半年が過ぎる頃にはすっかり慣れてきていた。ご近所を散歩すれば、畑で仕事中のおじいさんが、持っていけ、とトマトやキュウリを分けてくれた。今夜はあなたがもらってきたキュウリを浅漬けにしたから、これでビールを一杯いっちゃう？いいね。新鮮だからうまいだろうな。休日の酔いのひとときをゆっくりと過ごしている時だった。突然インターホンが鳴ったのだ。こんな時間に誰かしら。いいよ、俺が見てこよう。私は玄関の電気をつけるとドアを開けた。するとそこにはひどく取り乱した女性が立っていたのだ。どうされました？突然に申し訳ありません。事故を起こしてしまって、携帯も壊れてしまったので。女性は動揺してきちんと話もできない様子だった。私はすぐに妻に救急車を呼ぶように言い、現場に連れて行ってくれるようにお願いした。
車の中に奥様が残っていて。車は道路脇の側溝に落ちて斜めになっていた。道には大きめの鹿が倒れていた。きっとこの鹿と衝突してハンドルを切ってしまったのだろう。私は大急ぎで車の中を覗いた。するとそこにいたのはいつかの車で家まで送った常連客のおばあさんだった。大丈夫ですか？あ、はい。おばあさんは返事はしたものの、胸のあたりを押さえて痛そうにしていた。私はシートベルトを外してあげると、車のシートを少し倒して横になれるようにした。しばらくすると、妻も現場まで走ってきて、救急車がもうすぐ来ると教えてくれた。鹿との交通事故だったのね。妻がそう言って倒れている鹿に近づき、そっとその体に触れた時だった。鹿がビクンと体を震わせ、すくっと立ち上がったのだ。そして妻が悲鳴を上げるよりも早く走り去っていくではないか。よかった。鹿は元気でしたね。いくら動物とはいえ、車で跳ねてしまったショックがあったのだろう。元気に走り去っていく姿に、女性は幾分かほっとした様子だった。やがてやってきた救急車で、おばあさんと女性は運ばれていった。その翌日には、女性から2人とも元気であると連絡が来た。おばあさんはシートベルトの圧迫で肋骨にひびが入ってしまったようだが、日常生活には支障がなく、今日にも退院できるという。その一件があって以来、私は今まで以上にお年寄りのお客様には注意を払うようになった。買い物に歩いてやってくる。それも一つの運動ではあるし、社交の場に出て行って知り合いとおしゃべりをする。スーパーがそういう場であるのは、こうした地方都市の一つの役割なのではないか。私はそう思って、店舗の一角に座って話せる休憩所を用意した。するとすぐにおばあさんたちが使い始めた。そこに温かい飲み物の売り場を作り、お団子やおまんじゅうを並べると、それも飛ぶように売れた。私もその会話の中に混じることができるくらいに仲良くなると、おばあさんたちの方から良い提案をもらうこともあった。漬物のシーズンになると、塩や砂糖、酢などの重いものを買いたいのだけれど、持って帰れないから、週末に娘さんなどが来た時に買いに行く。でもそうすると、大手のホームセンターへ買い物に行ってしまうらしい。普段から味噌とか醤油とか持って帰るのが重くてね。そういうものだけでも配達してもらえると助かるわね。私は本社にその声を報告し、電話で注文があったら配達するシステムを構築することになった。あなたもお仕事が好きよね。自分から大変な仕事を見つけては取り組んじゃうんだから。おばあさんの事故から1週間が経った頃だった。再び家のインターホンが鳴ったのだった。やはりそこにいたのは、事故の日に救いを求めてきた女性だった。先日はお世話になりました。いえいえ、その後お体の方はいかがですか？ありがとうございます。私も奥様もすっかり元気になりました。後で聞いたところによると、この女性は梅子おばあさんの家で家政婦をしている方で、ひろこさんというそうだ。実は今、奥様と
奥様の息子さんがお礼にと来ているのですが、会っていただけるでしょうか。わざわざそれは申し訳ない。ぜひお上がりいただかなければ。私は妻と共にスリッパを並べて、ひろこさんが2人を連れてくるのを待った。だがそこに現れた人物に私は思わず声を上げた。社長。中島くん。お礼に伺うのが遅くなってすまなかった。うちの母が大変お世話になったね。なんともびっくりしたことに、梅子おばあさんは大石社長のお母さんだったのだ。母が怪我をしたと聞いて駆けつけたんだが、それ以来母には中島くんがどんなに素晴らしい店長かを聞かされていたんだよ。私は恐縮しながらも笑顔で力強くうなずいてくれる梅子さんの存在が嬉しかった。自分の今までの小さいかもしれない努力を認めて見ていてくれた人がいたのだ。それで私も少し調べてみたんだ。君がここに赴任してきてから店の売り上げが急激に伸びていること、お客様からたくさんの感謝の声が届いていること、本当に素晴らしいよ。でも同時に君がここにいる理由がわからなくなった。私は君が自分の親の介護のために田舎に引っ越したいと希望したんだと聞かされていたんだが、どうやら違うようだな。君のご両親はここにいないものな。私は部長がそんな作り話を上に上げていたのにもびっくりした。なんだか悪事を言いつけるようで気が進まなかったが、私は今までの事実を社長に話した。そして社長が納得したようにうなずくと、私に尋ねてくれたのだ。今後どうしたいのかと。元のバイヤーに戻るか、それとも新たな才能を開花させた現場での仕事に就くのか。自分でもびっくりしたのだが、私は迷ったのだ。元のバイヤーも楽しい仕事であった。でもこうして直接人の役に立っているという実感を持って仕事ができる今の仕事にもやりがいを感じているのだ。私は迷いに迷い、その思いも率直に社長に話した。すると思いがけない提案をされたのだ。君には現場で必要なお客様の声を聞き分ける力がある。だから各店舗の改革案を提案するアドバイザーになるのはどうだろう。私がその部署を作ろう。その初代統括が君だ。こうして私はまた新たな仕事を得て全国を回る日々が始まった。私を不当に扱ったことが分かった部長は、社長直々の調査によって悪事が他にも露呈し解雇になった。でも私はそんなことはどうでもいい。かえって自分の中にある新たな仕事への情熱と、今まで出会うことのなかった人たちとの出会いを与えてくれたのだから、感謝してもいいくらいかもしれない。あれから私も妻も時々梅子さんと手紙のやり取りをしている。今度の長期の休みには妻と一緒に訪ねてみるつもりだ。人生万事塞翁が馬。私の人生でもこんな格言のようなことが起こるとは思ってもみなかった。これからも自分に与えられた役割の中で精一杯に生きていきたいと思う。